ということで今日のニュース解説なんですけれども、三菱 UFJ 銀行のですね、練馬支店及び玉川支店で支店長がですね、顧客の貸金庫から十数億円程度の金品を盗んだ疑いで逮捕されたということで、なんとですね、結構な期間、数年間にわたって顧客の貸金庫からですね、合鍵を使って支店長が盗みを働いていたということで、最近もこのニュースが流れた後ですね、ヤフー知恵袋に同様の投稿があって、某銀行の貸金庫に物を預けてたら物がなくなっていて、警察に被害届出したんだけども、警察がちゃんと動いてくれなくてどうすればいいんでしょうみたいな載ってたんですけれども、おそらく多分被害届がたくさん出たので、警察も動かざるを得なくなってですね、動いたんじゃないかなというふうに思います。で、この貸金庫の仕組みですね。僕も貸金庫使ったことないんで、よくわかんなかったんですけれども、この貸金庫の中身が何なのかわからない説っていうのがあって、つまり、もっと高いダイヤモンドとか多分入れてましたとかって言ったところでですね、言いなりというか、お客さんのですね、言いなりにならざるを得ないのかなっていうような形。もちろん正直なお客さんもいるでしょうけれども、いや、もっと高いものが入ってたはずだ、みたいな。しかも人の記憶って当てになんないんで、いや、もっと高いの入ってたんじゃないかなっていうふうに勘違いしてる場合もあるわけですよね。そうなるとさらにややこしいですよね。例えばですけど、こういう極端なお話もあったんですが、ビットコインとかのペーパーウォレットを入れてた可能性とかもあるわけじゃないですか。ペーパーウォレットっていうのは秘密鍵ですね。秘密鍵のパスワードをなくすと終わるんですよ。暗号通貨って。だから僕もイーサリアムのパスワード忘れちゃってるんで、復活できないんですけれども、忘れたのか、バグってるのか、どっちかわかんないんですけど、相変わらずイーサリアムは引き出せないんですが、そういう状態になってしまう。要は塩漬けになってしまう。銀行預金とかだったら本人確認できればですね、パスワードわかんなくても取り出せるわけですけれども、ビットコインの場合、ビットコインとかイーサリアムの場合はそういかないんで、ペーパーウォレットって言って、紙に書いたパスフレーズを、秘密鍵をですね、貸金庫に預けるとかっていうことをしてる人もいるんですよ。で、これが例えばわかんないけど、10年前に1000万円分買ってましたとかって言ったらとんでもない金額になるわけじゃないですか。っていう風に言われても確かめようがないんですよね。だからこの盗んだ人がどこまで、盗んだ人がビットコインのこととかわかんなかったら何なんだこの紙切れはってなって捨てたかもしれないですよね。捨ててもゴミ箱に入れられて捨てて燃やされてるかもしれないわけじゃないですか。そうすると、いやいや、あそこに、いや、1000BTC 入ってたんだけどな、みたいなこと言われても、確かめようないんですよね、銀行は。だから、この辺の裁判が今後ね、刑事事件は刑事事件で動くでしょうけれども、刑事事件以外のですね、裁判が注目というか、当然ながら、それ、また犯罪もね、確かめようがないんですよね。例えば、金の延べ棒とかだったら、そいつが金の延べ棒をどっかで換金してる証拠が出たりとかして、いいかもしれないし、現金とかだったら分かりやすいかもしれないんですけれども、そうじゃないペーパーウォレットみたいなものだったとしたら、本当に捨てたかもしれないし、捨ててないかもしれないし、その盗んだ男はですね、罪と減じてもらうためにですね、できるだけ盗んだものを過少申告しようとすると思いますし、顧客の方はそんなことされちゃたまったもんじゃないし、記憶違いも含めて過大申告してしまう可能性もありますよね。ということで、この衝撃の銀行員が、貸金庫からお客さんのものを盗んでしまって換金したりなんかわかんないけど有効費とかに使ったんですかね。そういうことをしてしまうという衝撃のニュースが出ましたけれども、つい先日もですね、野村証券の元社員がですね、お客さんのところに行ってお金を奪っただけじゃなくて火つけて殺そうとしたっていうとんでもねえニュース、しかもその時現役の社員だったんじゃねえかっていう話まで出ていて、本当になんか殺伐とした世の中になってきましたねというニュースでございました。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。